どうも、ワンピースの謎を解く仮面 YouTuber、俺はユデロン。世界を一緒にひっくり返さねえか。ありがとうございます。いいね。チャンネル登録してね。今回考えたいのは、反転和数の理論、第2弾です。反転和数とは、ある特定の和数をひっくり返すと見えてくる、ワンピースのパズルのような仕掛けです。それはコミックスを集めている人だけが楽しめる仕掛け。例えば、義兄弟の反転和数なら、157話でエースは義理の弟ルフィを探す。157話をひっくり返すと、751話、義兄弟の話をするサボ。エースを思い出すサボ。さらに、0をノーカウントにした反転和数なら、751話をひっくり返すと、1057話、ルフィと桃之助が義兄弟になりました。これが義兄弟の反転和数。このような反転和数の理論を第1弾のこちらの動画では20の事例を紹介しました。まずは第1弾の動画から見ていただいて、今回はその続き、さらに20の事例を見ていきましょう。ただし最新話を見ていない人は多いネタバレを含む内容です。よろしいでしょうか。いきましょう。まずは手始めに嘘つきの反転和数です。227話のタイトルは嘘つきノーランド。227話をひっくり返すと、722話王族の決闘。トンタッタの伝説の英雄、ノーランドの再来と言われたウソップが打倒ドフラミンゴのために作戦会議をしています。さらに741話のタイトルは嘘つきウソランド。741話をひっくり返すと、147話ウソッパチ。ドルトンの悲しみを背負うウソップです。次に1068話のタイトルは天才の夢。ベガパンクの夢が語られました。1068話をひっくり返すと、861話演技派。扉絵はベガパンクの猫サテライトとつながる猫の群れ。861話でこれから結婚するサンジにプリンはそれっていい夢悪い夢と問いかけます。天才ベガパンクの夢はいい夢なのか悪い夢なのか。ベガパンクの欲望を具現化したヨークの夢は天竜人でした。それっていい夢悪い夢。そして861話は演技派ですから、プリンは可愛らしい演技をしている。ヨークも可愛らしい演技をしていました。次に太陽の神ニカ関連の反転話数を考えましょう。569話のタイトルは白い怪物。ここでの白い怪物とは白ひげのことを表していますが、同時に覇王色を見せたルフィも表しているでしょう。なぜならルフィはニカの姿になると白い怪物になるからです。そんな569話の語呂合わせはゴムの木。ゴムの木でしょうか。ゴムの木から取れる天然樹脂は真っ白です。569話をひっくり返すと、965話黒ずみ家の陰謀。569話が白い怪物、965話が黒ずみ家の陰謀。白と黒の反転。ここでの黒い陰謀とは黒ずみオロチを表していますが、同時に白ひげの船に乗った黒ひげも表しているでしょう。なぜなら黒ひげは闇闇の実を手に入れるため、意図的に白ひげの船に乗ったと言っていました。白い怪物のニカと黒い陰謀の黒ひげ。そんな太陽の神ニカの話が登場したのは1018話でした。1018話をひっくり返すと、811話ロコ。シーザーの毒ガス兵器コロによって全滅しそうになっているモコモコ王国。しかしシーザーはサンジに脅されて毒ガスを中和できるロコで解毒しました。コロの語呂合わせは56コロ。それをひっくり返して65ロコです。一方太陽の神ニカの反転数字は何度も考えたように56ゴムを縦にひっくり返すと29ニカ。太陽の神ニカになる。しかもズニーシャはその昔太陽の神ニカことジョイボーイと仲間だったと明かされています。そんなルフィは990話と991話でコビーやドレイクに希望だと言われていました。991話が希望のルフィ。991話をひっくり返すと199話ホープ。話数を反転させてもルフィは希望ホープです。そんなルフィは1049話目指すべき世界で友達が腹いっぱい飯を食える世界を実現すると言っていました。1049話をひっくり返すと941話恵比寿町の人気者。友達だけじゃなく自分も腹いっぱいの世界。それこそがルフィの夢の果てだとこちらの動画では考えました。
そんなルフィは1042話でカイドウの雷技蓬莱八卦で死にそうになっていましたが、1042話をひっくり返すと241話天の裁きゴッドエネルの雷です。1042話が蓬莱八卦、241話が天の裁き、そしてカイドウといえばやはりシュロン八卦でしょう。1037話で酔っ払った清流のカイドウ、1037話をひっくり返すと731話生きていたサボ、そして三兄弟の酒の杯、さらにサボもカイドウと同じ竜のイメージ、竜双剣の使い手です。そして竜といえばやはり1025話総竜図でしょう。1025話をひっくり返すと521話天×竜の蹄、竜と竜のつながり。そんなワノ国には古代兵器プルトンが眠っていました。プルトンの名前が初めて登場したのは193話理想郷、語呂合わせは戦。クロコダイル曰く古代兵器プルトンは島一つを跡形もなく吹き飛ばすという。193話をひっくり返すと391話悪魔と呼ばれた少女、古代兵器プルトンを復活させるというロビン。しかしそのロビンの故郷オハラはマスターコールによって島一つ吹き飛ばされ地図から消えました。ちなみに古代兵器プルトンは鎖国されたワノ国に眠っていました。鎖国の語呂合わせは鎖国。359はビンゴ。扉絵ではリトルガーデンのミスター3の家で鎖国。本編では古代兵器プルトンを復活させまいとするアイスバーグ、それは鎖国です。そんなロビンを表している話数は201話、ニコロビン。201話ではロビンが20年前軍艦を6隻沈めたことになっています。そんな201話に0を前につけて201話をひっくり返すと1020話ロビン VS ブラックマリア。オハラの幻影を見るロビン。しかしロビンは騙されない。なぜならサウロが言ってくれた本当の仲間がロビンにはできたから。201話のアンサーが1020話にはある。次に細かい反転話数のつながりも見ていきましょう。324話にはヤガラブルという乗り物が登場。さらに水上都市の水門の仕掛けも語られています。324話をひっくり返すと423話人魚伝説。エニエスロビーの水門が開けられ一味は溺死寸前。そこへ現れたのが人魚の心でした。324話でヤガラブル、423話で人魚です。次に853話では卵が復活、358話ではフランキーが復活、719話ではチンジャオの宝物、917話ではワノ国の食料宝船、1046話では大量の海水攻撃、641話でも大量の海水攻撃、587話では人を守るために逃げないエース、785話では人々を守るために逃げてくれという陸王。そんな陸王の髪型や背中のドクロはエースと同じスペードのイメージでしょうか。続いて1の反転話数も考えましょう。237話のタイトルは上空にて空島スカイピアに入る麦わらの一味。237話をひっくり返すと732話地下の世界、ドレスローザに隠された地下の世界です。1が反転しています。さらにもう一つ1の反転話数があります。906話のタイトルは聖地マリージョア。そこはレッドラインの上、幼樹イブの上部の聖地です。そんな聖地に住む天竜人たちは魚人を差別していましたが、906話をひっくり返すと609話魚人島の冒険。聖地マリージョアのちょうど真下にある魚人島、幼樹イブの根っこがある深海の楽園です。906話と609話、9と6の美しい反転です。そんな魚人島では逆に人間を差別していました。そして魚人島の国宝は玉手箱、強薬 ES でした。この ES、エネルギーステロイドの逆が聖地マリージョアの国宝の可能性があります。例えばエネルギーステロイドが老化してしまう薬だったなら、聖地マリージョアの国宝とは若返りのアイテムなのかもしれません。最後にロジャー関連の反転話数を考えましょう。ロジャーの語呂合わせは減少金額と同じロジャー。648は太陽へと続く道、道です。ルフィは海賊王ロジャーと同じ道を歩んでいる。
海王類たちはルフィとロジャーを重ねていました。648話をひっくり返すと、846話、卵の警備、ラフテルへの道、ロードポーネグリフの説明です。卵男爵曰く、情報を持つ石をラフテルへ導いたとき、石はこの世の真実を語り出すという。もしかすると、ロジャーが完成させたテキスト、リオポーネグリフは、比喩ではなく、本当に石が声を出して歴史を語り出すかもしれません。他にも、648話では、ルフィとジンベエの献血。846話では、スムージーが人体エキスを絞る。そんなロジャーがラフテルにたどり着いたのは、967話、ロジャーの冒険。967をひっくり返すと、769は海賊ベラミー。ロジャーとベラミーはやはり表裏一体。これも実は反転話数の理論にたどり着く前、3年前、表裏一体説のみで考えることができました。こちらです。ベラミーが初登場したのはドクロの島のジャヤのモックタウンです。ジャヤのモックタウンはドクロの島、つまり D が栄えた巨大な王国や D の一族、一つなぎの大秘宝やラフテルを表す最重要ポイントです。このジャヤのモックタウンの紹介文を覚えているでしょうか。モックタウンのモックとは見せかけ、まがいものという意味です。そしてあざけりの町と言われ、あざけりとは相手をバカにして笑うという意味で、人が傷つけ合い歌い笑う町と紹介されていました。そう、笑う町なのです。モックタウンではベラミーの他にルフィと黒ひげ2人の D が運命的な出会いを果たしましたが、そこでは空島を目指すルフィたちをベラミーが嘲笑っていました。いいか、海賊が夢を見る時代はもう終わったんだ。黄金鏡、エメラルドの都、大宝、ワンピース。夢の島に目がくらんだアホどもは足元の利益に気づかねえ。人の夢を嘲笑うベラミー。そんなベラミーの相手をしなかったルフィに黒ひげは、人の夢は終わらねえと叫びました。これはワンピースにしては珍しい見開き白バックだったので、印象に残っている人が多いでしょう。ベラミーはロジャーのセリフ、世界をひっくり返すという言葉を作中で唯一使ったキャラクターです。嘲笑っていた空島に到達したベラミーは、世界がひっくり返ったと言います。こうしたことから、ベラミーはドクロの島を表す重要なヒントキャラだと考えます。そしてあの日、ジャヤでいがみ合っていたルフィとベラミーはドレスローザで友達になり、ビブルカードを受け取りました。ベラミーは現在染め物職人になり、海賊機を作っています。いつかベラミーは麦わらの一味の海賊機を作って私に来るのでしょうか。激アツですね。そして海賊機は欧米ではジョリー・ロジャーと呼ばれています。つまり海賊機を表すロジャーと海賊機を作るベラミー。ワンピースは存在するというロジャーとワンピースなんてないというベラミー。夢に笑うロジャーと夢を嘲笑うベラミー。というロジャーとベラミーも表裏一体なのです。黄金鏡にたどり着いた海賊団はルフィ、ロジャー、ベラミーだけであり、世界をひっくり返したかったロジャーと世界がひっくり返ったベラミー、そして世界をひっくり返すのがルフィなのでしょう。3年前の表裏一体説が半年前から考えた反転話数の理論でもつながりました。夢に笑うロジャーと夢を笑うベラミー。769話の話数の語呂合わせは奈落。やはりラフテルは奈落の底にあるのか。さらに769話のポイントはベラミーの表情です。ベラミーは笑いつつ泣いている。それは967話のロジャーと同じです。つまり3年前から言ってるように、ワンピース一つなぎの大秘宝とは一つなぎの大秘宝。笑いと悲しみは表裏一体。769話でドフラミンゴはドレスローザの悲劇を語る。以前も考えたように、ドレスローザの悲劇は空白の100年を表しているでしょう。悲劇とは秘宝です。つまり、忘れられた者たちと忘れた者たちがいる。ワンと書かれた犬のおもちゃのワンポコは忘れられたワンピースを示しているのか。このワンポコが登場しているのは717話ないな。そんな717話の扉絵にはなぜか黄色いクジラがいます。黄色いクジラといえば100話の扉絵にもいました。1000話の扉絵にもいました。黄色いクジラとは何か皆さんはわかりますか？黄色いクジラは日本において宝くじのマスコットが黄色いクジラのクーちゃん。宝くじらドリームジャンボ宝くじのイメージがワンピース。3年前の考察ではラフテルは島ごとクジラに飲み込まれており、それは滅ぼされた国であると考えましたが、どうなんでしょうか。以上です。今回は反転話数の理論第2弾を考えました。こんな理論を言っているのは世界中見渡しても僕ぐらいなので信じられないかもしれませんが、信じるか信じないかはあなた次第です。
皆さんはどう思われましたか？ご意見や考察してほしいなどがあればコメント欄までよろしくお願いします。ありがとうございました。チャンネル登録やコメントよろしくお願いします。